こんにちは。 TCJ 在日外国人日本語レッスンのあゆ先生です。旅行の後、お土産ってどう渡せばいいの？渡すとき気をつけるマナーってあるの？確かに日本ではお土産ってとっても大事なんです。そもそも日本のお土産文化というのは、旅行先の特産品を職場の人たちに配るという習慣。これは感謝や礼儀を伝えるための行為なんですね。それにお土産って実は普段あまり話さない人とも、どこに行ったんですか？楽しかったですか？って会話のきっかけにもなるんです。でもその渡し方、言い方を間違えると、特に外国の方ですね、相手をびっくりさせてしまったり、失礼に思われてしまうこともあるんです。ということで今回は日本の職場でお土産を渡す時のマナー、そして外国人の方がついやってしまいがちな NG 行動を OK 例と比較しながら分かりやすく楽しく解説していきます。それでは行ってみましょう。ではまず上司に渡す時の NG 例を見てみましょう。あゆさん、これ、いりますか？いりますかって何？だったらいらない。本当は差し上げたい気持ちがあるのにそう伝わらない。聞き方によっては押し付けがましく上から目線に聞こえる。じゃあどうやって話せばいいか OK 例も一緒に見てみましょう。あゆさん、お疲れ様です。大阪に行ってきましたので、その名物もう少しですがお口に合えば嬉しいです。大阪行ってきたの？はい、ありがとう。お口に合えば嬉しいですは、目上の人にお土産を渡すときによく使われるフレーズです。お疲れ様です。はい、休暇で母国に帰ってきました。で、これは中国のお菓子で結構流行っています。日本ではあんまり見たことないんですけど、よろしければどうぞ。ありがとう。はい。何ですかこれは？流行っています。流行っていますと言われると、だったら食べてみようかなと相手に安心感を与えられます。日本ではあまり見たことない味など珍しさをアピールしてみるのもいいですね。はい、これ近所で適当に買ったものです。いや適当かい。適当に買ったという言葉は、外国の方はランダムやカジュアルな感じと使ってしまうのですが、日本ではいい加減、適当すぎるというネガティブな意味にもなってしまうんです。つまり相手にどうでもよく選んだものと思わせてしまう可能性があるんですね。ではどう言えば丁寧に伝わるか OK 例も見てみましょう。本日はありがとうございます。地元の有名なものです。はい、もしよろしければどうぞ。頂戴します。はい。取引先にお土産を渡すときに一番大事なのは誠意です。地元で有名なものという言い方、実はとっても便利なんです。具体的な商品名を言わなくてもいいものを選んできましたよというイメージが自然に伝わるんですよ。それに皆様でどうぞという一言を添えると印象が全く変わってきますよ。あゆさん、お土産これ余ったからあげる。いや、余ったからあげるって言い方。たくさん買ったからみんなで食べようと思って言った言葉が余ったからという表現だと、相手についでにあげるとか残り物
という印象を与えてしまうんですね。せっかくお土産を渡すならあなたのために持ってきたという気持ちが伝わる方がぐっと印象が良くなりますよ。あゆさんお疲れ様です。前大阪にいた時これあゆさんが好きそうだなと思って、もしよかったらどうぞ。ありがとう。大阪どうだった？面白かった。同僚へのお土産は気軽に話しかけるように渡すのがコツです。なのであまりかしこまらなくても大丈夫です。お疲れ様ですって声をかけながら、よかったらみんなでどうぞと渡すととても自然で、職場でもぴったりな言い方になりますよね。誰々さんが好きそうという言葉を使うと距離がぐっと近くなりますね。ここからはお土産を選ぶとき、そして渡すときのポイントを紹介します。ポイント1、まずは個包装のものを選ぶのがポイントです。日本では職場の人に配るとき、一つずつ梱包されている方が配りやすく、そしてもらう方も気軽にもらえます。ポイント2、それから賞味期限。渡すタイミングが少し遅れてしまうことがあるので、少なくとも2週間以上あるものを選びましょう。ポイント3、お土産を渡すタイミングも大事です。おすすめは朝の出勤直後、お昼休み、午後の休憩の時。この時間ならみんな落ち着いていて受け取りやすい雰囲気になっています。まとめです。はい、皆さんどうでしたか？日本の職場ではお土産が人と人の距離を縮めるチャンスにもなります。さらに外国の人にとって言葉だけではなく、こうしたマナーも働く上ではとても大切です。 TCJ ではこういったリアルな日本の生活、仕事に役立つ日本語も学べます。興味のある人はぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてくださいね。では次回の動画でまた会いましょう。